皆さんこんにちは、哲夫です。今回はフライス板に取り付けるデジタルスケールを買ったので取り付けていく動画になります。この手の機械はデジタルリードアウト、略して DRO と呼ばれているようです。フライス板を導入したら一番最初に取り付けたいと思っていた機能です。DRO とはどのような機能かというと、テーブルの移動した距離をデジタルの画面に数字で表示してくれます。この機能があることによっていろいろなメリットがあります。まず、私のフライス板はハンドルのメモリを動かすことができません。これでは位置を決めるときにいちいち計算しないといけないのです。もちろん通常の機械ではこのようにメモリを動かすことができますが、メモリを例に合わせるときにハンドルがずれたりすることがあると思います。そんな時でも DRO がついていればハンドルを動かさずに例に合わせることができます。それから表示する数値が実際のテーブルの移動量なので、ハンドルと送りのバックラッシュを考えなくてよくなるのもメリットだと思います。他にもいろいろとメリットがありますので、ぜひ取り付けたいと思っていました。今回の動画では取り付けをして、次回の動画では DRO はどのようなことができるか、主な機能の紹介と使い方の動画を作ります。DRO は今開封している画面がついた本体と実際に移動距離を測るリニアスケールを買えば取り付けができます。リニアスケールを選ぶとき、長さはお手持ちの機械に合わせるとして最小のメモリになる最小分解能を選ぶことになります。1マイクロベートルのものと5マイクロベートルのものが多く出回っていますが、私は5マイクロベートルのものを選びました。おそらく1マイクロベートルの方だとメモリが目まぐるしく変わって読みにくそうだと思ったからです。機械に取り付ける前に動くか試してみます。この手の安い DRO で多いのは DB9 という9ピンのコネクターで、信号は TTL という通信方式が多いようです。私は本体とリニアスケールを適当に選びましたが、ご覧のように接続できたので規格化されていてマッチングするようです。動いたので実際にフライス板に取り付けていきましょう。本体はこの辺りでしょうか。スピンドルのスイッチが左側にあるので、その近くの左側につけたいと思います。ブラケットを当てて鉛筆で印をつけてポンチを打ちます。5ミリのドリルで下穴を開けたら M6 のタップでネジ穴を切っていきます。このような垂直なところにまっすぐタップを立てるの難しいですよね。今後なんかジグを作りたいです。上と右から直角になっているか睨みながらゆっくり進めています。ネジ穴が2つ開きました。問題なさそうです。コン締め。シムワッシャーが入っていました。これでガタつかないようになっているようです。上下にも首を振るようになっているので取り付け位置の自由度は高そうです。本体がつくだけで結構それっぽくなってきました。リニアスケールの取り付ける位置を考えてみます。Z 軸はこの辺りにつければ大丈夫そうです。
X 軸はどんな感じでつけるか悩んでいます。大きめのアルミの金具が付属していたので、これを使えばこんな感じでつけられそうです。問題は X 軸です。移動距離を犠牲にしないようにここにつけたいのですが、このボルトたちが邪魔になって難しそうです。なのでテーブルの奥側、この辺りにつけようと思います。ここにつけるとご覧のようにテーブルの移動距離を少なくしてしまいます。今回はここに取り付けますが、なんか対策が必要そうです。そうと決まればまたばらしていきます。まずは Z 軸から位置を決めて、ネジ穴を立てるところに印をつけていきます。リニアスケール側が長穴になっているので、結構適当にネジを立てても大丈夫でした。これ結構重いです。ここには M6 のネジ穴を2つ立ててみました。レールはこの辺りに取り付けてみます。仮止めした後にスライドをさせて、隙間を見ながら位置を微調整します。この赤い部品はレールのスペーサーです。このスペーサーがあるので位置決めが楽に行えました。これで Z 軸は完成です。残りの Y 軸と X 軸の取り付けのためのネジ穴をサクッと開けていきます。この Y 軸のリニアレールの取り付け面は鋳物の表面で平面ではありません。アリ溝に対して斜めについているので、スペーサーを入れてまっすぐに取り付けたいと思います。そのために丸棒を置いて、その丸棒からの距離を測ります。こうすることで測りにくい60度のアリ溝をそれなりに正確に測れました。この薄型のスペーサーも付属していました。高さ合わせに便利です。説明書の交差の範囲内に入っています。これで大丈夫そうです。
位置の微調整をして Y 軸も赤いスペーサーを抜けば完成です。X 軸もこのフライス板ではスムーズにつきました。なので早送り。ここは切削油や切り子がかなりかかるのでテーブルの移動距離がさらに短くなってしまいますが、付属のカバーを両面テープで取り付けておきます。あとはケーブルを取り付ければ完成です。ということで取り付けが終わりました。フライス板の機種にもよると思いますが、私の場合意外と簡単に取り付けることができました。実はこの DRO はもう一つリニアスケールを取り付けられる4軸のものを購入しました。クイルの一様に購入しましたので、いつか取り付けたいと思います。次回はこの DRO の設定から使い方までを勉強する動画を作りたいと思います。気になる方はチャンネル登録をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。哲夫がお送りしました。さようなら。